ご視聴ありがとうございます。今回はスナップオンの3部ベントフレックスラチェット FBF80A を紹介したいと思います。ハンドルに特徴的な曲がりが付けられたフレックスのラチェットです。スパークプラグラチェットと呼ばれることもあり、エンジンルーム触るにはとても適した道具。これとても気に入っているハンドルです。全長は 285mm くらい、重量が 440g。サイズにしてはヘビーデューティーな印象です。ハンドルの曲がりはこの位置、持ち手すぐで曲げられます。この形、ハンドルをネジと同じ高さにできるので力がかけやすいとか、障害をかわしやすいなんて言われます。私が思う一番のメリットは、ネジを緩めた後にくるくるっと早回しができるところ。普通のフレックスラチェットよりもぐんぐんと回していけます。これをやりたくてこれを買ったと言っても過言ではなく、とても気に入っている部分です。外観がこちらです。いつも通りのスナップオンで、個人的にはかっこよくて好きっすね。ぽってりとした質感のメッキにシンプルなデザイン。仕上げはいまいちなところもありまして、へっこんでたり磨きの甘い部分もありますが、ただバリが手にかかって切れてしまうとか、そういった仕上げの悪さはありません。これもいつものスナップオンって感じで、粗さは感じますが、味で片付けて良いレベル。ブランドイメージもだいぶあるとは思いますが、かっこいい道具に感じます。ヘッド幅は 30.5mm ほど、厚みはちょっとありまして 14.1mm となってます。最近のラチェットとしては至って普通なヘッドサイズ、決して小さくはございません。ギア数は名前の通り80枚。一山一山パチパチとしっかりめのパルスを感じる回り方で、かっちりとした道具という印象を受けます。空転は重くなく、かといって軽くはないです。ロングラチェットだから許容できる空転トルクという感じで、快適な軽さとは思いません。ヘッドはシールドタイプとなってます。ゴミや湿気をシャットアウトという触れ込み。ですが、購入してしばらくはこのラチェット、中に封入されているはずのグリスがずっと出てきてまして、実際どの程度シールドされているかというのは分かりません。フレックス部分はしっかりかつスムーズ。簡単にクタッとはなりません。一定のポイントだけ動きが渋いということもなく、ストレスなく使えるっすね。差し込みはスナップオンらしくしっかりと硬いです。不意に外れてしまうことがないのはメリットですが、ハイトのかなり低いシャローソケットやヘックスなどのつかむところのないソケットでは外すのに苦労することもございます。非常に気に入って使っているラチェットです。3部のメインラチェットになってます。全長が長いので強めのトルクもかけられて、そのまま道具を変えずに早回しにシームレスに移行できるのが気に入ってます。この早回し操作、垂直方向に限った使い方かと思ってましたが、水平方向も慣れれば全然いけまして、様々箇所で使えます。早回しができて劇的に効率が良くなって作業時間の短縮になるかといえばそんなことはないですが、使用感の良さは素晴らしいです。使っていて楽しい道具ですね。それから車のエンジンルームで使っているとき、手首が自然な向きで使えますので扱いやすさを感じます。普通のフレックスラチェットを使っていると対象のネジ方向に手のひらを向けていることが多いですが、ベントフレックスでは手のひらが自分側に向いても扱いやすく、自然な体勢で使えているという印象がございます。力仕事が多いとか角度締めなどで正確さを求める場合はロッキングフレックスに持ち帰ることはありますが、普段使いは主にこのベントフレックスを使うようになりました。1年ほど使ってみてそこまでの変化というのは感じていません。ギアを回した際のフィールが少し乾いたかなというのと、首がちょい緩くなりました。首は緩くと言いますと語弊があって、動きが良くなったと表すのが適当でしょうか。映像で映してますように、このくらいの遊びの範囲がもともとありまして、この範囲内の動きが買った当初に比べて柔らかくなりました。この範囲を超えて動かす場合は買った当初とあまり違いは感じていません。首はしっかりとしています。横方向のガタは出てません。
100ニュートンくらいまではトルクかけて使ってますが、この字開いてはいないということですね。この1年で使いにくくなったとか印象が悪くなった部分はありません。最初の良い印象のまま使えています。トラブルは何も起きていないですね。スナップオンは新型ラチェット F100 を出しましたが、この形ベントフレックスに関して私はアップデートはせず、このまま使っていこうと考えてます。ネガを感じた点としては、ハンドルの曲がりからたまに倒れやすさを感じることです。普通のストレートハンドルに比べてやはり斜めに力が入りやすいみたい。垂直方向のネジにはあまり感じませんが、水平方向のネジに使うと倒れやすいので少し慎重な操作となります。たまに難しさを感じることがあるっすね。スペースに制限がない場合、無意識にヘッドを押さえて倒れないようにして使っていることが多いです。この形がしっくりくる場面というのもありますが、普通のフレックスの方が優等生的な印象はあります。それからスナップオンのフレックスは首の角度を最大までつけて使うと、この字のここが構造上押されてしまうので、ここのメッキが割れてくるですね。これスピンナーハンドルも同じで、メーカーがこの状態で大きなトルクをかけるなと注意をしています。この道具に関して壊れるってことまではあまりないでしょうが、メッキ片落ちたりはありそうですので、ご留意いただきたいポイントとなってます。あとは今の強烈な値段ですかね。為替影響が主でしょうか。映してますのは並行品の値段ですが、相当手を出しにくい価格設定となりました。今の値段だと本当にスナップオンにこだわりのある方にしかおすすめはしにくくなってます。この形ベントフレックスって意外とラインナップがされていなくて、私が知っているのはシグネットのベントラチェットと、もしかしたら同じSATAのやつ、同系列でギアレンチのスパークプラグラチェット、それから Mac の昔ながらのやつに、最後はアメリカのみとなりますがテクトンくらい。シグネットとSATAはギア数が45枚と物足りない感じはありますが、リーズナブルで手に入りやすく、ベントラチェットを試してみたい方にはうってつけなアイテムです。ギアレンチは入手性の悪さがネックですが、120ギアと高性能。エルゴタイプのグリップがついたものもあります。値段もそこそこ。テクトンは90ギアにフレックス部分が9ポジション、ノッチで軽く止まるという仕様です。55ドルという値段も魅力的。本国の Amazon で買えますので入手はしやすそうですが、保証などのサービスはアメリカのみというのがネガとなってきます。コンペいくつか、これらもなかなか良さそうな製品ですね。スナップオンのベントフレックスラチェット、素晴らしい製品だと感じてます。この形は一度使ってみていただきたいですね。しかし、ただでさえスナップオンはいろいろと言われるブランドなのに、今のお値段ですと万人へおすすめというのはできません。スナップオンが好きな方やハイブランド欲しい方向けになってしまうというのは残念なところ。物はしっかりとしています。雰囲気もよし。値段の正当性はうまく説明はできないですが、私はこれを選んで満足をしています。ベントフレックスのラチェットハンドル、選択肢はいくつかございます。ご自身に合ったものをお選びください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。